痛い、強かったですね。試合中で痛いって感じたら初めてかもしれないです。怖かったっす。でもちょっとすいません。よく立ちました。もう一瞬メガネ外してもらって見せてもらってもいいですか。どんな感じか。試合前からここで負けてたらチャンピオンになることは難しいなっていうのは思ってたんで、ここがいい引き時かなと思って。内緒の器具です。脳みそにいるらしい。北海道大学経済学部卒業、勉学と格闘技の二刀流、後藤丈司。実績と経験で言ったらもう全然中島選手の方が上だと思ってて、そこは自分の頭使って強い心を持って戦えば勝てるっていうのを証明します。娘と妻の手紙も今日朝読んで、元バンタム級キングオブパンクラシスト中島太一。太一君だったら大丈夫だよって。俺だってやるやで聞いてろ。あとは自分信じてやるだけですね。自分のため家族のため、中島太一は覚悟の戦いに臨みます。さあまずはミドルから入っていきました第1ラウンド。中島太一が向こう側。お互い探ってますね。で最初からこうやってやっても本当勝負になって、なんか距離の話合わないなと思ったから、もうガードしてゆっくりみたいな。最初の取り位置でだいぶ左の範囲、反応の落差が変わってくる。大きく左を振ってきました。本当はまっすぐ行こうと思ってたんですけど、対峙したらこう相打ちになっちゃうなって感覚があって、頭ずらして打とうみたいな。左のジャブを伸ばしていったのは中島太一。中島左、効いた、ガクッと落ちた。膝からガクッと落ちました。左のフック。おい打ちできる。払うて払う。後藤の左もう一度。冷静に行くのか倒していくのか、思いっきり振ってきました。行きますね。ちょっとまだ回復しきってないですよね。うわ止めた方がいいんじゃないか。ストップ。まだ止まってない。記録は1ラウンド1分49秒ノックアウト。後藤丈司恐るべし。信じられない。うわー負けたんだ。マジで記憶ね自分のだけの人生じゃないから、自分より家族の方が大切だし、仕事いいっすね。もう本当に中島選手、ありがとうございました。ここまでずっとトライブで長男さんに育ててもらって、ここまで来ることができました。この長男さんの血を継ぐ者がバンタム級にもう一人います。安藤選手、必ずそこまで行くんで待っててください。ありがとうございました。多分あいつやりたくないですよ絶対もう真剣度数が全く違う。怪物的なところはあいつはあるんですけど、もしもうねそれの試合が組まれるならば勝たせますよ。それは自分はトライブに残ってた凡人で、向こうトライブを抜けた天才
なんかそこを超えられないとなんかダメだなって思ってたんで。2年前3年前ぐらいの大晦日の時に大事に2連勝しても試合呼ばれない時期があって、でその時にも大晦日悔しくて、今回チャンスものにできたら嬉しいなと思います。種目自走でいけるよ、回というか割と決めれたりして、ご自身まず持った方がいい。2021年ブレイキングダウンに出場しました。そのポテンシャルを見た朝倉未来選手からスカウトされ JTT の1位になっています。ヒューマの瞳に炎が燃えます。安井ヒューマ24歳です。楽しみです。もう一本勝ちしか見えてないんで、よろしくお願いします。黒帯ブラジリアン柔術家がラジ復活を迎えます。9つの白星、その全てが一本勝ちです。ザ・フィニッシャー柏村仁之助。寝技でも全然負けないなと思ってます。黒帯に向かって寝技で勝つなんて言っちゃうんですもん。なめんなよですよね。さあ第1ラウンド始まりました。右足前黒いスパッツ、トランクス顔が見えているのが柏村です。対する向かって右が安井。片足全部いけるよ、じんちゃん。もういいよ、じん、そのまま前手。さあ来た、最初に仕掛けたのは柏村。多分柔道がすごい強かった子なんだろうなっていう風に感じました。僕はあんまり柔道強かったタイプじゃないんで、なんかそれが出ちゃったなっていう感じですよ。柏村選手は倒してからが強いってイメージだったんで、まさにその攻防、どうか上なるか安井。やっぱ上取りますよね、こういう時も。でこうしっかり防いで離れたいのかな。得意だと得意。ここ大丈夫じゃん。そこ得意でしょ。組はできるだけ切ってパウンド入れて制圧していこうかなっていう感じですね。いや、これ今やってますけど、バック取った、ついに回った。さあ足を差し込めるかどうか。ついにさあ柏村のポジションにやってきた。右手が首に入る、回る。力がすごい強いんですよ。でサブミッションディフェンスも強いんで、この後リカバリーどうするかですよね。柏村選手は入れ替わる。ガードを取ったか。さあ今度はトップ上を取ったのが安井ヒューマ。杉山さん動きますね。すごい展開ですね。攻防がある。さあオモプラッタ取りながら肘を決めようというところか。腕深く入れて木村みたいな形で掴んで腕十字に入る。寝技は結構良かったと思ったんですけど、腕十字も1回取り切ったし。しかし力十字流れるような上から落とす。結構伸ばされたんで、やばいなとは思いました。でも耐えれて。戻した。仰向けにならない。また十字にやってくる。杉山さん抜きました。腕十字を逃した時の焦りがやっぱ一番ありましたね。うわー逃げられたなっていう。やっぱいけるって思っちゃっていけないと、その後の削る方が半端じゃなくて。クラッチ取ってますね。取ってます。さあブロックの体勢ですが、逆に安井選手がパウンドで入れてるから全体的に判定で勝ってるなっていう、このまま判定勝ちを狙いに行こうっていうスタンスでやってましたね。柏村は出ない、安井が出る。下がりながらここで試合終了になりました。さあジャッジはどちらにつける。柏村2点勝者。3者とも柏村仁之助につきました。判定3対0。柏村仁之助が勝利、笑顔なき勝利。そしてプロアマ通して初めての黒星を喫した安井ヒューマ。くそやっぱあれですか、決められそうになって、ニアフィニッシュが結構いい印象になっちゃった。相手のちょっと結構そうですね、肘見てます。もう少し攻めてたら勝ってたと思うけど、本当にそこのちょっとの差だと思うけど。でもよく頑張ったと思いますよ。ポテンシャルはめちゃくちゃあると思うんで、なんか取り組み方とか見直すだけでもっとどんどん活躍していくとは思うんで。マジだな、柏村君。すみません。わあ、情けないね。いやいや、そんなことねえよ。よかった。すみません。情けない試合を見せてしまって。想像以上に強かったです。もっとイージーだと思ってました。とりあえず勝てたんで、次また来週で太田忍さんとか暇してそうですけど、レスリングベースの選手ということでどうでしょうか。それ食ってさらに上に駆け上がるみたいなストーリーを作っていきたいなと思います。
一撃代表、日本拳法が生んだ最高傑作、そして元ライジンフェザー級王者を無傷で返さなかった男、木村修也。町工場の決め技師が再びチャンピオンロードへの出直し。真島和正、どちらが上位戦線への浮上を図るのか。真島和正、グラップラー、木村修也、ストライカー。今敵を見せました。第1ラウンドが始まっています。さて小坂さん、両極端な2人の戦いが始まりましたね。そうですよね、上げきたい寝技、はい、触りに行きました。ここで捕まえようとしていますが、切っていくか、切っていきました。おっと右の手を返します。しかしタックルだ、カウンター、まだ切れてる。もう1回切っていきました。2回切った。真島和正が胴タックルに入ってきました。指切って、指切って。あの3回連続のタックルって相当気持ち入ってないと入れないんで、1回切られただけでかなりダメージあるんですよ。気持ちが見えましたね。タックル切られる場面もあったんですけど、あそこはしつこくいけるのは自分のいいところでもあると思うんで、貫ければいけるだろうって思ってました。はい、倒される前に対処しないといけないところを対処できなかった、対処が遅れたっていうのがちょっとダメなところでした。右足を入れました。そしてバックチョークの体勢入るか。おっとまだ片足、消耗させるのが先だと思ってたんで、あんまり決めは狙わずに、ただ相手の体力を削ろうと思って相手に圧だけかけてました。はい、さあ真島が近づいていきます。いやちょっとどうですか、ちょっと疲れてるかもしれない。そうですか、削れてる感じしますね。1ラウンド目で削れたと思うんで、2ラウンド目また同じ形になったら決めに行こうと思ってました。ディフェンスで木村がかなり体力削られている。さあそしてタックルに入っていきます。しつこく切っていきました。この後先見すぎて本来する動きをできてなかったんで、そこで簡単に間合いを渡しちゃったっていうのがあるですね。そしてまたバックを取りました。腕ごと右足を入れています。左足も入れた。4の字ロックにするか。4の字ロックだ。出たな、これは厳しいですね。そしてまたしても左右の手、襲いかかっていきます。巻きついていく。こっちに集中させてしっかり下を動けないように締めてくるっていうのがうまかったですね。あの形は、いつも練習でもやってるし、無意識にやれるんで、あれは得意です。もう腕殺した時点でほぼ決めれるなって思っていたんで。落とし切りからしは決め落としが一気に決めにかかる。ここで決めにかかる。リアルエキッドチョークだ。さあこれだ。日本バックチョークで決めました。真島和まだ始まったばっかだから、はい、練習だけではダメージない。はい、そうここで2連敗っていうのは本当に自分の中で痛いんですけど、間違いなく日本人寝技だけで言ったらトップの選手なんで、その人とできたのは本当に大きいことだし、もう前向くしかないんで、次に向けてまた頑張ります。今日は、初めて僕の子供2人、こっちゃんとレイ君見に来てくれてるんで、強いパパを見せれてよかったです。はい、チーズバッチリありがとう。よかったですね。よかったです。届けれて、はい、初めて来てくれたんで、やっぱり勝って会いたかったんで嬉しいですね。はい、もう最高です。誰が来ても今みたいな展開で勝てるように練習するだけです。はい。パパどうだった試合見て。どうやったって。そっち？緊張したです。真島和正、次は一体誰と戦うことになるのか注目しましょう。まだそこではやめてください。今日もめちゃくちゃ調子いいです。どうですか？5キロ戻りました。普通に焼肉食べてちょっとむくんでないですか？だからちょっとサングラスして目のむくみ隠してたんですけど、
がちょっと怖い。最初多分詰めてくるから、向こう多分1ラウンドで勝負かけてくるからそこしっかり壁背負わないようにしっかり周りながらでコツとは全然離れてでグラウンドを1回入れて勝負。来ましたね、ついに待ちわびましたよ、この日を。いや、しっかりメインの仕事しますよ。今日は進化したありがとうございます。スピードで来ると思うんで、まあ、でも破壊力はもちろん上なんで、組んでしまったら多分弱いと思って作ったんですよ。なのでそうはいかないよっていうことをもちろん自信あるんです。アンダーグラウンドから這い上がってきた男が初めて喧嘩を売られ噛みつかれました。遊んじゃうぞ。早く降りろって相手は19歳萩原恭平は怒っています。盛り上がってましたね。やっぱ熱いファンの人が多いなって思ったし、吐いた唾飲み込まんとけよ待っとけや朝倉未来。怒りと自分の未来を拳に込めて萩原恭平、うまく強く才能にあふれ順風満帆に成長を見せる若き MMA エリート秋元京馬は打った喧嘩をどう回収するのか。入場からも何かで気持ちよくて生きてきた中で一番嬉しかったです。僕だけを見てほしかったんで、だから今回11月に出たっていうのもあって、一つずつ僕だけでもみくるさん、甲斐さんとかみたいに集めれるようになりたいです。僕の負ける要素が見当たらない。1ラウンドパウンドアウトして勝とうと思っています。これは19歳のビッグマウスか、それとも予言か。一つ言えるのは負けると秋元京馬株大暴落。この試合の勝者にはプレデターズはしないでしょ普通に。なめんなよって気持ちですよね。負ければなくすものが大きい。そして見返りが大きいのは萩原。背中が萩原、右足前サウスポーが19歳秋元。いきなり近い間合いになっています。寝技で削っていくって作戦だった。一番やっちゃいけない打ち合いを付き合っちゃったんですけど、前足が踏んでしまいそうなほど近い場合になっています。そうですね。高坂さんどうですか。まず足からカーフガンガン蹴っていって意識を下に向けようっていうのを初め思ってましたね。感触ありましたね。前手が触れる距離やったんで、その距離って僕が一番カーフ蹴りやすい距離なんで。スピードですよね、やっぱ秋元選手の時といえば。その時にこいつパンチ速ーと思って。手をない手をない手をない。打撃戦に終始。僕両足タックル行く予定じゃなかったんですよ。けどなんか熱くなっていっちゃって、僕が得意なのって片足タックルなんで。上上げろ2オンで上に上げる。よバック回ってくるから背中隠しとけよ。そうですね、左手をどうするかですね、萩原選手。あそこもバックを取らせないように。この時に僕小手であいつの鼻に小手入れてるんですよ。めちゃくちゃ痛くて、でもそれで引いちゃダメだと思って出ようと思って。川尻さんどうでしょう、気持ち的にも生きり立ってるところあるんでしょうか。いや、あるんじゃないですか。いつもより言ってますよね。右返した。いや見えてる。あとはショルダーブラック、肩上げてブロックもしてるんで、ダメージを最初に集結してますよね。カーフキックのフェイントを始め出して打ってるんですけど、意識はまあ下に行ってるなと思って、それが当たるなっていうのは。さあ顔面がばっかり迫る19歳。強い。ちょっとこれ効いたんじゃないですか。やはりあります。これです右。秋元が下がった。下げさせた萩原のジャブ入ってる。自分のベストな距離でパンチは当たってないんですよ。何センチか遠い距離なんで、もう半歩入れれば強いの当てれたんですけど、やっぱこいつが反応がいいんで。そんなもうブワンみたいな抜けちゃって。萩原の顔面からも少し血が見えてきています。どちらでしょうか。秋元選手。なるほど。ただサイドフック。もっと違うぞ、もっと違うぞ、もっと自由に。秋元は来る、出てくる、やらざるを得ない。残りが3秒。右。第1ラウンド終了。
いい感じやなと思ってて、このままいけばもう気持ちの勝負になるから、もう絶対負けへんぞってこれ自分を奮い立たしてましたね。2ラウンド目入る前も落ち着けてプラン変更しようと思って組んで削ってもっと自分のペースにしようと思ったっす。あとぼやけダメージがこう全体に広がってくる感じになってくるので、払いもらいすぎると。さあ第2ラウンドが始まっています。さあ足を取りに行きます。初めての展開か。ついにグラウンドサイドも取った。より印象をつけるために自分からガンガン圧をかけようって思って前に出たんですけど、それを読み取って向こうはテイクダウン入れてきましたね。片足っすね、2ラウンド目は。ギロチンここやりすぎないと思った。なるほど。ボディも打ち上げてますね、萩原選手。さあもう一回パンチをすかせてからこれ寝かして時間使うと秋元選手有利に働くと思います。2回立つのってなかなか厳しいと思う。練習中から僕が長男さんにそこはあかんぞって言われたとこがやっぱ何かしか出てしまったし。さあ左足を差し込んだ。ここからフィニッシュか。19歳。4の字ですねこれ。さあここから脱出することができるか萩原恭平。左の足を外に出せてれば良かったんですけど、思ったよりこの足のキープがうまかったというか。今休むなよ。左足動かして。完全に足はロックしたままフックした。右手が入る。ついにこれでフィニッシュか。解除。これも解除した。気をつけろ、ツイスター狙ってるぞ。ツイスターが正対できるか。ねじ伏せる19歳。出るぞ。おたつロックからのツイスターも定石通りですね。顔面に拳を落としていきます。止まるな。その後時間はまだ1分20秒ある。動けるか。東西処刑のとにかく止まったら止められる分かってたんで動かないとと思ってましたね。レフリーは止めるか。顔を見ている。出血も始まっている。無事左攻撃。レフリー止めた。19歳秋元長馬萩原恭平を食らう。19歳でこれできるってすごくないですか。もうねうなるしかなかった。そう萩原は早くもケージを後にします。マジかよ。でまだ動いとったんですよね。全然動いてた。ああここで負けるか。とにかく速かったってことはしか言ってなかったんで、まあ映像を見てまああれは止められても仕方ないですね。でも悔しいですよね。あんだけ言われてで19歳のクソガキにボコボコにされて、まあ悔しいですよ。そうですね。まあやりますよ。いいっすね。ただ直後だからちょっとメンヘラになってましたね。やりたい人なら前の方になって力になる。できることは増えていってる。やったことは全部試合でできたっす。なんかいいこと言ってくれましたね、いっぱい。またドライブで長男さんにしごいてもらいながら、まだまだしっかりちゃんとやればまだ少しの希望はあるんじゃないかなっていうのは思いましたね。やっぱ勝ってなんぼじゃないですか。来年の一発目の大会ぐらいで復帰できたらいいなと思ってますね。秋元です。どんだけもらっても俺は心折れることないんで、この先のライジン盛り上げていけるのこの俺しかいないんで、皆さんこれから俺を注目しててください。お願いします。19歳秋元長馬萩原恭平を食らう顔面血だらけの勝利。あら痛すぎる。マジでもう痛いっす。
よかった、死にかけた。やべえやべえ。大したもんだよ。19歳ね、全員で試合して。すごいよ。すごいな、あなたは。今日ちょっとね、気の気ありますね。ああいうタイプだと思ってた？いや、気が強いですよ、確かに。寝技とかレスリングめっちゃうまいんですよ。だから全然それで勝負してよかったのに、自分の中で多分決めてたんでしょうね。本当にメインの仕事する。お前みたいじゃん。ついてますね。ついてますね。悪いところ。悪いところ。面白い試合になるかなって僕の本能が楽しかったのかもしれないです。休んでいいって社長に言われたんで車の免許取りに行きます。ようやくゆっくりできるあれなんで。車何買います？レクサスの LC 買います多分。みんなと一緒やなんで誰よりもやってる自信あるんで。マックス家あるんですかね？今持ってますよ。あ、びっくりした。じゃあそれ僕ら持っていきましょうか。はい、買い買ってください。これですね。ちゃんと洗ったんでまだ少しの希望はあるんじゃないかなっていうのは思いましたね。もう絶対負けへんぞって。